んにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。前回のまんまお伝えしています。前回は QVC のゲストトレーニングという話し方のレッスンのことを少しお話ししました。前回も話したんですけれども、 QVC っていうのは生放送でリハーサルなしの本番1回きりの勝負なんですね。中には収録じゃないので終わったらそのまま帰れるっていうのがあるから手っ取り早くていいってそういう見方もあるんですけれども、前回の動画で話したこと以外に本番で気をつけないといけないことっていうのを教わったんですね。それは何かというと、ナビゲーターに被るように喋ってくださいって言われたんですね。普通人と会話する時って人の話が終わるのを待ってから話すんじゃないですか。それが日常ですよね。で QVC は非日常なんですね。しかも隣に話してる人がいるのにカメラの方を見て喋ってくださいって言われるので、それがすごく難しかったです。で私もなんでカメラの前でこっちから聞かれてるのにカメラの前なんですかって聞いたんですね。そしたらテレビを見てる人とゲスト、私ですよね、そのジュエリーを作った人とナビゲーターの3人で話してるような感覚を作ってくださいって。ここで話をしてしまったらテレビを見てる人が置いてけぼりになってしまうので、そうはならないようにカメラ目線をお願いしてるんですってフロアマネージャーさんに言われたんですね。納得と思ったんですね。もし私がテレビを見てる側だったらカメラ目線じゃなくってこっちで2人でこうですよね、こうですよね、そうなんですか、これね、それでね、こうやって作ったんです、そうなんです、それでって喋ったらこっちの人は私のこと全然見てくれてないってなるじゃないですか。だからカメラ目線しないといけないんだって。そのカメラ目線も難しくて、コブさんこのジュエリー何でお作りになったんですかっていう時はこうナビゲーターの方を見て、はい、そうなんです、このジュエリーはこういう思いで作ったんですって言ってカメラを見て喋ったりとか、そのテクニックがすごく難しくて、最初の方は本当にうまくいかなくて 2,3 回目ぐらいからやっとそれができるようになったぐらい本当に難しかったです。そしてこうカメラがあって下にモニターがあるんですけれども、今テレビで放送されてる画面と10秒後にテレビに流れますよっていうのが隣にあるんですね。それは何で必要かというと、今は違うショットが映ってるけれども10秒後自分が来るなと思ったらその時にきちんと顔を作ってくださいって言われたんです。だから10秒後をちゃんと計算して話してくださいねって言われたんですね。本当に QVC の裏話になるんですけれども、だからよく皆さん通販番組とか QVC とかテレビを見ててパッとアップになってるのにはいそうなんですって感じでいきなりこうカメラ目線でこう顔作ってるゲストさんとかいらっしゃるじゃないですか。そういう時はみんなちゃんと10秒後に自分が今映るなっていうのが分かってるんです。逆に言うと自分が映らないなと思った時は今自分が映らないなと思った瞬間に水を飲んだりとかこう汗を拭いたりとかそういうことをしてるんです。それでちょっと最初の話に戻るんですけれども、本当にその掛け合いっていうのがとっても難しかったんですね。本当に下手したら性格悪い人に見えるじゃないですか。これはこういう思いなんですか。そうなんです、これはこういう思いでこういう思いでこういう思いで作ったんです、だからこうなんです、そうなんですね、それだからこうなんですね、だからこれはどういうところな、そうなんです、そこはねみたいな感じでもうどんどん掛け合っていかないといけないというんですね。普通のテレビと違って QVC っていうのは通販番組なので見てる人がどんどん引き込まれないといけないし、ちょっとこう見てる人が早く電話しないといけないっていう風な感じで思っていただかないといけないから、ナビゲーターと被るような形で喋ってくださいって言われたんです。あと一番注意されたのは絶対に嘘を言ってはいけないんですね。通販番組の世界で一番いけないのは嘘なんですね。それはすごいその通販番組を審査してる会社が別にあって、それを24時間ずっとチェックされてるんですって。私は別にメーカー側の人間ではないので、メーカーからジュエリーの原稿を渡されてそれを私がチェックをしたりとかして思ったことを喋るだけなんですけれども、中にはこうメーカーの社長さんが直接出て喋る時もあるじゃないですか。なので特に注意されるんですけれども、シミュレーションレッスンみたいなのがあって、スタジオで本当に本番をシミュレーションしてレッスンする、そういうレッスンがあるんですけれども、その時に先生から通販番組は絶対嘘はいけません、そして生放送なので取り消すことが絶対にできないので絶対に嘘は言わないでくださいね、詐欺になりますよっていう感じで再三注意されたのが嘘なんですね。本当に真実だけを言う。もっと難しかったのが真実をより魅力的に伝えてくださいって言われるんですね。お水でレッスンさせられるんですね。お水ってただの水じゃないですか。
その辺の自動販売機で買ったミネラルウォーターを魅力的に紹介してくださいっていうレッスンがあるんですけれども、水って誰もが知ってる味だし大体わかるじゃないですか。それをどうやったら飲みたい水になるのかっていうことを伝えるのってすごく難しいんですね。そのためにはその水がどこで湧いているのか、どういう水なのか、どんな作用があるのか、水道水と何が違うのか、他のミネラルウォーターと何が違うのか、どういう味がするのかっていうことを表現で伝えないといけないっていうレッスンが本当に勉強になりました。その時どうやったか忘れたんですけれども、本当にこう水を飲んで、この水は今までに飲んだことがないぐらいのまろやかさがあるんです。ここで大事なのは、今まで飲んだことがないまろやかさって言ってしまうと嘘になってしまうので、今までに飲んだことがないくらいのとか、今までに飲んだことがないと思うくらいの柔らかさですみたいな感じで説明しないといけないんですね。例えばジュエリーだったら、日本の職人さんが心を込めて作ったのでセーターを着た時に引っかからないんですって言ってしまうと嘘になるんですね。だって引っかかる場合もあるじゃないですか。そういう場合は引っかかりづらいんですねって言わないといけないんですね。そういうなんか言葉の表現を QVC から教えてもらったなって思いました。今日は前回と今回2回にわたって QVC から教わった話し方の特徴って言いますか、話し方のレッスンのことをお伝えしました。本当に数年前のことなので裏話もちょっとしましたけれども、本当に私も今こうやって皆さんの前で動画でお話ししているのは QVC でレッスンしたことがたくさん生かされてるな、そんなことを感じます。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ココアートチャンネル。なんだか雑談動画になってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。プロフィール写真または概要欄です。おすすめ動画も直接クリックタップでご覧いただけます。それではまたココアートチャンネルでお会いしましょう。